装飾地が面白いことになってた。うわーなんかすごいことになってる。厩舎、育成室、産卵室、進化室。もうわけわからん。いかん、一旦整理しよう。ついでなので社員バグを増やしてみた。うわー気持ち悪。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。一応ですね、パフ先生の繁殖用の厩舎なんかを作ってみましたが、場所悪くね、これ。まあ該当するヘドロ発電所に作れってのはわかるけれども、意外とスペースがないってのは理解できるわな。環境的には酸素も汚染酸素もあるから理想的なんだけど、汚染水の宇宙ぽいの進展次第かもしれんな。まあわかる話である。あと、レタスの栽培も始めました。ようやくね。それにしてもまた農業か。隊員のぼやきが聞こえるようだ。今どんだけやってるっけ？野生を除くと、ベリー、アーバー、ツヤどれ用のミール、小麦かな？多いのかなこれ。少ない方だと思うけど、キノコとかもろもろは野生でやってるし。ピンチャペッパーも野生なのよね。そう。だからドロドロベリーが安定しない。農業に絞って改良もいるのかもね。初期に構築してそれっきりだからな。それだけ軌道に乗っているとも言えるが、やろうと思えばやれることは無限ねそういうゲームだからね。装飾地が面白いことになってた。うわーなんかすごいことになってる。放し飼いのスリックスターの影響も大きいみたい。隊員の宿舎は思いっきり好評かね。苦労してたからね。隊員の皆さんが。厩舎もギンギラギンね。抱きつきなんかは放し飼いにできたら良い気はするけど、管理がねえ。打算だから卵拾うだけでも一苦労ね。そうなんすよ。意外とパフ先生も装飾地持ってるのね。そうみたい。居住区は良い感じっぽいわね。なんやかんやで動線になってるし、長時間を過ごす場所でもあるから、高いに越したことはないと思う。トイレもすごいね。これは視聴者様からのご指摘じゃなかったかな。絨毯を敷いたんだっけか。確か、そう。倉庫外も無駄に高い。これはいらなかったかも。こうしてみると部屋サイズにも関わってくるから結構、むずいわね。厩舎とか、病院がそうだね。床くらいしかアプローチができない。おお、緑が濃い。意外だったのが金属タイルだな。知ってたけどここまで効果があるとは。これスリックスターのお家よね。そう、熱を伝えるために金属で覆ってる。ガチガチに緑ね。そうなると宇宙って意外と装飾地が高くなるのかな？金属タイルを多用するから、そうなるかも。不思議ねさて、現在、当コロニーでは社員バグの厩舎をどこにするかで頭が痛いわけだが、放置卵対策を含めて、少し育成しておこうかという魂胆です。視聴者様からのご提案で社員バグ発電のお話もいただいたしな。まあそっちは3度で試してみて、パソコンにどんだけの負荷がかかるかを調べてからだけど、夏が終わりつつあるから、試すにはいい季節だな。リアルに基盤が崩壊してゆくのを見たことあるから怖いわ。ハンダが誘拐してポロポロ部品が脱落してたやつだな。会社の後輩に様子が変なんですとか相談されて蓋開けて絶句したわ。後にも先にもあんなの見たことないけどな。しかしここだと広すぎなんじゃない？なんかやりすぎてわけわかんなくなってきた。厩舎じゃないと何がダメなんだっけ？毛刈り端末とお手入れ端末が使えて、気分にボーナスがついて家畜化が進むみたい。あまり影響ないんじゃないのかねそれ。広いとこに押し込めても良い気がする。特に家畜化が終わってたらそっちのが効率良さそうだけど。今回は野生の社員バグだから、急ぐなら厩舎で家畜化すべきかも。でも卵を産めば同じじゃん。卵を産むまでに家畜化すれば、でしょう？そっか。厩舎と育成室を分ければよいのか？厩舎、育成室、産卵室、進化室。もうわけわからん。いかん、一旦整理しよう。一度、話題を変えます。こってりパフが出動しました。一応、冷えてはいる、のかねこれ。すぐ近くで酸素を放出してるから、近いとこは34度。それに比べてパフの周辺は30度か。誤差というか、自然冷却の成果っぽいな。まあそのはずね。そもそも圧力超過でオキシライトが酸素に慣れてないし。しかしロドリゲスの周辺の二酸化炭素も問題だろこれ。スリックスターに来てもらおうかしら。問題の全てを動物に任せようとしてる。節電しようと思うとそうなんのよね。まあオキシファーンを植えるよりは手間はないと思うけども。今回は高低差をなくして、下に落下させましょうか。そうすっかね。早速やっといた。パフの卵、こっちに持ってきても良いんじゃないかね。そう思ってここに移動を指示してるのだけれど、やってくれない。一応、奇跡的にこってりパフの卵を産んでもらえたみたいだけれども。もっと増えてもらわないとどうにもならんからねこれ。20匹くらいいると助かるんだけど。それはそれで処理が大変そうだけど、
大丈夫、だとは思うけど、一応、裏で3度で試しておこう。じゃあパフの産卵室は社員バグのお家にして構わないわね。そうしよう、せっかく作ってもらったし。寝室の近くにいたりして、結構怖いからね。安眠は大事、安眠は大事ですよ。話は変わるんだけどさ。どうしたの？久しぶりにロードしたわ。あれま、どうしたよ？移動チューブ内に隊員がいる際にチューブを破壊すると動けなくなる。ってやつに素で遭遇したわ。怖。幸い、酸素がある場所だったけど、夕方が近かったからロードしたわ。意外と起きるのかな、それって。遭遇率は高いと思うわ。正直、一度作ったチューブは手を出すなってレベルだと思う。視聴者様でもやらかした方、いらっしゃるだろうな。絶対にいると思うわ。あんなもん避けようがないし。3度で試したけど、一応、ハサミツールで切り離してしまえば安全は確保できそうだけど。それでも怖いわ。なんで放り出してくれないんかね？何か特殊な状態なんじゃない？入り口を通ったら出口に出ないと解除されない、か。あり得る。内部の話だからわからないけどね。ついでなので社員バグを増やしてみた。うわぁ気持ち悪。一応、160匹くらい置いたけど特に負荷がかかってはいなさそう。グラボの状態は見てないので、単純な観察ですけど。何匹くらいいるんだっけ？アドバンセドノート様の最大効率バージョンだと84匹で3台がフルパワーだって。とても恐ろしい。もう正気とは思えん。必要タイルが1008タイル。すごい話だなそれ。無資源からいけるってのが最大の強みなんだろうけど、スペース的にも問題ね。高い負荷を覚悟して回すのか。リアルでパソコンが火を吹くな。まあ煙を吐くくらいの覚悟は必要ね。電源が燃えることはないだろうけど、CPU が耐えきれるかどうかだな。バントカッツって破裂したのを目撃したことがあります。ひどいシーンだった。蓋開けたら穴が開いてました。当然、基板交換です。今回はこんな話ばっかりね。夏が終わるんだ。これくらいは良いんじゃないかね。あまりに高温になるから焼き鳥とか言われたパーツもあったわね。アスロンかな。サンダーバードコアってやつ。今だったら発売差し止めレベル。売ったらあかんあんなもん。さて、わちゃわちゃ話しがいですけど。これで 28W か。過密だと光らないんだっけか？わからんけど多分そうなのでは？しかしマジで怖いねこれ。3度でじっくり試しましょう。ベンチマーク取りつつ、データを公開してみても良いかも。誰かやってるのでは？それも含めて見ておくわ。少しだけ、面白いかもしれない話題を共有します。偶然の産物ですけど、こってりパフのオキシライト排出に関してです。ご覧の通り、なぜか右側のみでオキシライトが排出されています。以前にも話題にした、排出してくれなかったエリアが左側。両者の違いは一つ、高さだと思います。左が10タイル、右が11タイル。これを根拠に考えると、こってりパフに関しては高度11タイル以上が必要なのかもです。画面を見る限りそうとしか思えないわな。もしかするとどこかで提供されているデータかもしれませんけれど、自分たちは見たことありませんでした。これって重要なんじゃないのかね。どうなんだろう。でもさ、メインデータで低い天井でも排出してなかったか？そんな気もする。ですのであくまで仮説です。今週は少し忙しかったので、次回以降に検証しておきます。ということでそろそろ締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。